こんにちは、アキベドルです。難易度アッカーマンのサバイバルモード、雷槍でクリアしました。冗談抜きで100回くらい死にました。いや、心臓を捧げました。あと作戦行動時間が5時間くらいしかないのはどういうこと？サバイバル中はカウントされないんでしょうか？ということで、最初に攻略までの歴史について語り、後半は現時点での私の攻略法を解説していきます。まずは挑戦し始めた日から話していきます。多分4月20日くらいだったかと思います。この前アッカーマンサバイバルをライトで挑戦する際、操作方法をタイプ C に変更していました。しかしそれがあだとなり、タイプ C での雷槍を打つボタンは Y と B。ぶっちゃけ押しづらい。そこでタイプ A に変更するも、ライトを使用した際にタイプ C での立体起動に慣れてしまってて、どの操作方法でもやりにくいという罪状態。結局、ワンボタンで最高速度でワイヤーを巻き取れるタイプ C の方が、巨人に掴まれにくそうだったのでそっちにしました。雷槍打ちづらい問題について、親指でスティックを回すので Y ボタンが押しづらいのですが、親指の側面で押すことでなんとかしました。まず、雷槍で攻略する上で、作戦を考えていました。と言っても、やってることはほぼ他の人の真似事です。作戦の名は、空爆作戦と地雷作戦です。空爆作戦は、壁や塔などのアンチに巨人をおびき寄せ、ジャンプ直後の隙を狙って雷槍をぶち込みます。懸念点としては、5メートル級の機構種に対しては当たりにくいことだと考えました。地雷作戦は、そんな5メートル級機構種への対策です。雷槍を地面に刺し、巨人が来たら起爆します。懸念点は、10メートル級以上の巨人が周囲にいたらできない、距離が足りずに地面に刺さる前にピンが外れてしまう。足が速くて起爆が間に合わないの3つを考えていました。これらの作戦を試してみた結果、簡潔にまとめると、当たらん、拾えん、間に合わん。空爆作戦は外すことが多いし、物資拾おうとしても追いつかれるし、そもそも時間が足りない。あと、地雷作戦は機構種が早すぎて起爆が間に合わず、諦めた記憶があります。しかし当時の録画がなかったのでさっき再現してみたんですが、これ真下に撃てば当たるんですよね。なぜあの時は真下に撃とうとしなかったのか、そもそも巨人は真下にいたのか、もう覚えてません。スクワットで巨人を倒せることが分かりました。これならエイムに悩む兵士でも巨人を倒せます。まず照準を同じに合わせます。そしたら、軽くスクワットするだけです。これは下向きに構えないとスクワットしても意味ないのですが、壁はめの難易度がかなり下がりました。死に急ぎ野郎がなんか言ってます。しかし、残り時間は5分であと16体。すべて倒しきれる気がしません。ということで10倍速でお送りします。1分経ちました。1体も倒せてません。それと、5メートル級の巨人は塔の3階あたりに張り付いた方が倒しやすいことに気づきました。残り2分、巨人はあと7体です。塔の上から攻撃してますが、時間がなければ壁からの方がいいと思います。残り1分を切りました。巨人はあと3体。残り10秒です。焦りまくってます。鉄棒みたいな柱がなきゃ当たってたのに。やべがすぎれだ。と思ったところで時間切れ。98体で任務失敗。クリア目前で記録が途絶え、感触を起こしてます。次はもっと頑張れば成功する。ついにこの時が来ました。あの後も何度も挑戦して、2回目の98体目で時間切れになったりもしました。難易度ノーマルのサバイバルで苦戦してた頃が懐かしく感じます。今ノーマルでやってみると、巨人がのろすぎて余裕です。これがアッカーマンから見る世界か。さて、残り2分を切りました。巨人は残り3体。問題は鎧です。
確実に駆除するため、壁に寄せて倒そうという魂胆です。鎧が異常に岩蹴ってくるのは元からでしょうか？なんなんでしょうかね。鎧以外の巨人は全て倒したので、鎧との一騎打ちになります。そろそろ30秒を切ります。残り20秒。壁に引き寄せる時間はないと思ったので、ここで倒します。倒した。このクソゲロ害虫が、地獄に落ちろ。118万スコア。今まで19位ぐらいだったのが、12位になりました。そしてこの後もアッカーマンサバイバルをクリアし、5位になりました。ここまでたどり着くことができるだなんて本当に信じられないよ。てかアルミンたちは最後まで戦わないんですね。ここからは攻略のポイントを解説していきます。まずは1体目から19体目です。このフェーズでは気候種は1体のみ。それ以外は通常種なのではめたりはせず、頑張って倒します。基本的には同じに回り込んでぶっ刺すのを繰り返します。もし巨人がこちらの動きに追従して手を向けなかったら、一瞬だけ逆に旋回して戻すといいです。つまりこんな感じです。9体目討伐後、中央に出現する通常種が気候種になってることがあります。巨人の出るパターンが2つあって、ランダムでどっちかになるってことです。今点滅してる巨人はすばしっこいため、できればスポーン直後に倒しましょう。現在の討伐数は12体。14体討伐すると鎧の巨人が出現します。壁に引き寄せてもいいですが、序盤の鎧は呪いのでそのまま倒してもいいです。壁に引き寄せたら、照準を同じに合わせてスクワットをして発射。これなら腕を動かさなくていいのでブレにくいです。旗から見たらかなり見苦しくはなりますが、巨人がこちらを見失った時、アンカーを刺したりすると気づかれやすいです。鎧登場後、通常種が4体出てきたら気候種が出現する合図です。なるべくリスキルしたいところですが、無理だった場合は塔の上に立ち、ジャンプ直後を狙って撃ちましょう。アンカーを片方だけ刺して巻き取る状態を維持したまま、もう片方のアンカーを別の場所に刺します。そうすると、両方のアンカーの中間に移動するようになるので、巨人をおびき寄せたい時に便利です。雷装を腕を突き出して飛ばす場合、一旦照準を合わせてから撃つといいです。そして通常種は頑張って倒します。通常種くらい難なく倒せないとクリアできないぞ。19体目を倒すと、10メートル級が1体、5メートル級の通常種が2体出現します。5メートル級はすばしっこいので、今のように塔に張り付いたまま倒します。その後10メートル級通常種が1体出現し、この巨人を倒すと15メートル級気候種が2体同時に出現します。気候種は先ほどと同様、塔の上に立ってジャンプ後の隙をついて倒します。気候種を2体倒すと、5メートル級の気候種が出現することがあります。この巨人も、塔の3階あたりに張り付いて倒します。そして通常種は頑張って倒します。その後5メートル級気候種が2体出現。こいつらを倒すと討伐数が31体となり、鎧の巨人が出現します。時間が経つと気候種が出現するため、できればその前に退場させたい。気候種を巻いて物資を回収したい場合、壁の端っこにいると巨人はこちらを見失います。斜面になってるところは巨人の視界に入らないので、待っていれば巨人が去っていきます。しかし、巨人はプレイヤーの足音やアンカーを射出する音で気づくっぽいので、ここでじーっとしていましょう。この前投稿したクリアまでの奇跡を語る動画で建物に囲われたアンチを紹介しましたが、アンチの中は物資の周りの状況がわからないため、物資回収が目的ならあまりお勧めしません。緊急避難であれば神アンチです。ここからは気候種が多くなります。ここら辺から物資回収の難易度がやばくなります。物資回収で50回ぐらいは死んでるような気がします。
場に5メートル級が1体しかいなくなったら、塔に張り付いてあらかじめ雷装をぶっ刺しておきます。そして巨人が来たタイミングで起爆すると足を取れるので、その間に物資を回収しましょう。つまりこういうこと。ただ、もたもたしてると巨人が湧いてくるので注意しましょう。51体倒すと鎧の巨人が出現します。鎧の出現後は気候種が湧きまくるので、鎧は一旦無視した方がいいです。気候種を塔に集めてから、壁に逃げて1体ずつ倒していきます。鎧がいる場合は、岩を飛ばしてこないか常に注意しましょう。1体ずつ確実に倒さないと、物資を回収するときに積んでしまいます。解説することがなくなりました。12分50秒くらいまで喋らないので飛ばしてもいいです。残り5分を切ってしまいました。物資がなくなったので回収しに行きます。物資を回収する際は、巨人を巻いてからにしましょう。良い子の皆さんは、回収した直後に追ってきた巨人を迎撃しようなんて考えてはいけません。他の巨人は全て片付けたので、鎧の巨人を倒すだけです。鎧の巨人は終盤になると異常に岩を蹴るようです。そんなこんなであと1分もないです。でけえ害虫の駆除に成功。残り時間は12秒。危うかったです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。